皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。はい、MSI に潜入してきました。なんで MSI？ 今回はこちら MSI で、AMD X870 という新しいマザーボードの発表会があったので、そちらの様子を動画にしてみました。新製品の情報ね。見た目もかっこよくなってるものもあったので色々と皆様に情報をお伝えできればと思っています。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それでは実際に MSI の会場で発表してくれた、中島さんの発表も含めて見ていきましょう。X870 マザーボードについての、ご紹介、こちらをさせていただきたいと思います。案内させていただきますのは、メセコンピュータージャパンの、マザーボードプロダクトマーケティングの、現 FA の中島と申します。本日はよろしくお願いいたします。ではここから MSI の製品のラインナップのご紹介をさせていただきます。今回 MD の X870 マザーボードは全部で4製品となっておりまして、一番上がですね MEG の、X870E のゴッドライク、ハイエンドモデルとして MPG シリーズからですね、カーボン、メインストリームの MAG シリーズから、トマホーク、スタンダードモデルの、プロからですね、プロの P というマザーボードになっております。製品のデザインはこのような形になっておりまして、ゴッドライクとカーボン、今この 2モデルが、映っております。コスト重視のモデルに関しては、こちらのトマホークと、プロ P という2機種ですね、こちらの全4製品、これが MSI の製品とラインナップとなっております。でここからは、4つの項目に分けまして MSI のマザーボードの、特徴、これを説明させていただきます。まずはじめはですね、ウルトラパフォーマンスに関して、ですね、MSI のマザーボードはですね、トップクラスのハードウェア性能ということで、これをウルトラパワー、呼んでおります。それとですね、さまざまな、BIOS だったりソフトウェア、こちらがウルトラエンジンと、呼んでおりますけれども、この2つをですね、しっかりとマザーボードに、取り付け、搭載しているということで、それによってですね、ユーザーの方々が簡単に、パソコンのパフォーマンスアップデートを、強化できるようにということを、しております。ウルトラパワーについて、どんなものかと言いますと、ハードウェアの、メインになりますので、まず一番重要なのが、左側、CPU のパワーを発揮させるために、重要な、電源回路の設計の部分ですね。こちらは最上位モデルで、24Hz、114A のスマートパワーステージで搭載している非常に、効率のいい、電源回路になっております。さらにですね、DDR5 メモリだったり、PCIe5 の進行とかの伝送が必要になりますので、信頼性の担保のためにですね、サーバーグレードの非常に高品質な、PCB、こちらを採用しておりまして、そういったものも含めてですね、全モデルで Ryzen 9の最大ブーストクロックをですね、長時間、引き出せるような、そういった設計になっております。こちらが、電源ヘッド PCB ですね、それらの対応表になってまして、ゴッドライク、こちらのみがウルトラパワープラスというですね、一段上のグレードに、なっております。ポイントとしては、ゴッドライクはですね、唯一 OC エンジンというクロックジェネレーターを搭載しているというのと、他のモデルよりも、PCB の、層が厚くてですね、より、信頼性の高いですね、信号伝送が可能になっているというのがポイントとなっております。シュラララ。では続いて、メモリ、回路の話ですね。メモリはですね、当然 M5 プラットフォームですので、DDR5 メモリの、サポートとなっております。そのためですね、メモリの実装は、表面実装の SMT プロセスというものを持って、実装されておりますし、スロット本体もですね、そのとないように、強化された補強スロットになっております。また回路自体もですね、もう2年以上 DDR5、取り扱ってきますので、それらのですね、知見を生かした、回路の、最適化、そういったものも行っております。またですね、Ryzen 9080シリーズに関しましては、今後登場予定の、クロックドライバーをですね、搭載した CUDIM というものにも対応可能ということになっております。現状ですと、今ですね、8400メガトランスパーセカンド、こちらの、転送速度を実現しております。では続いてソフトウェアの話になりまして、ウルトラエンジンのご紹介ですね。
MSI ではですね、ワンクリックで CPU の OC とかですね、メモリのオーバークロックとか、設定の最適化、そういったことをできる、項目、たくさん用意しております。その中でも特におすすめなものですね、簡単に CPU 向けとメモリ向けでご紹介いたします。まず CPU 向けですけれども、3つありましてですね、パフォーマンススイッチというものはですね、シングルコアでブーストするときの、クロックを、通常より引き上げてあげると。でさらにですね、全コアブーストするときっていうのは全体的に周波数下がってしまうんですが、そういったことにならないようにですね、全コアブースト時でもさらに周波数を、上げられるようにというのを、どっちもいいところを利用する設定というのがこのパフォーマンススイッチというものになっております。プロファイルを選ぶだけで簡単にこの設定を適用することができるということになっております。真ん中 PBO30 ポイントはですね、CPU の温度、これも、温度制限を、通常の95度からですね、もっと下の85度とか75度とか65度とか、そういったより低い温度に、簡単に下げられる設定ですね。MSI が用意しているこの設定であれば、ものすごくパフォーマンスを下げる、大幅に下げるようなことなく CPU 温度を、低下させることができるという設定になっております。一番右は、コーニング TDP というものになっていまして、これはですね、消費電力を、絞れる設定となっております。通常ですと、170W 設定にはなっているんですが、もうちょっと消費電力下げたいよという方はですね、より低い 120W、105W とか、そういったものを選んでいただくことで、CPU の性能を大きく低下させることなく消費電力を下げ、それに伴って CPU 温度も下げるといったような、設定を、プロファイルを選ぶだけでできると、そういったものを、搭載しております。メモリに関してはですね、以前から、好評なメモリットライト、今回も当然、搭載しておりまして、ユーザーさんですね、もし OC メモリ買ってなくてもですね、MSI が用意しているたくさんある OC プロファイルの中から好きなものを選んで、メモリの性能をですね、より引き出すことができるという、設定項目となっておりまして、右のハイエッション C モードはですね、それにプラスでですね、適用させることで、メモリ帯域を増加させて、レイテーションをですね、低減させることができるというものになっておりますので、2つ組み合わせることでですね、より、ゲームのパフォーマンスだったりを向上させることが可能となっております。シュラララ。では続きまして2つ目の、フローザーデザインですね。こちらの、ご説明をいたします。フローザーガードと、いうもの、こちらは今回の、MSI マザーボードには搭載しているんですが、これどういったものかと言いますと、VRM のヒートシンクだったり、チップセットのヒートシンクとかですね、M2SSD のヒートシンクとか、たくさんありますけれども、こういった冷却機構のことをまとめてフローザーデザインと、フローザーガードと呼んでおります。なんでガードかと言いますとですね、マザーボードを熱から、保護してあげると、熱をしっかり吸収して放熱してくれることで、熱から保護してあげると、守ってくれるということで、フローザーガードという名前になっております。でさらにですね、ヒートシンク、大きいものがマザーボードの基板上にいっぱいついてますので、組み立て途中でドライバーを落としてマザーボードの基板を傷つけるとか、そういったことからも防げる、という意味でも、冷却と、この保護という2つを合わせてフローザーガードという名前を付けております。でその中でも特に特徴的なものはですね、こちら今画面にピックアップしておりますけれども、今回の X870 で、最も特徴的なのは、右下にあります、USB4 のチップの、専用のヒートシンクですね、こちらが特に特徴的になっております。今回の MSI の X870 のマザーボードは全モデルですね USB4 のポートを、搭載しているんですけれども、これのですねチップが、リアの I/O の部分にあるんですが、どうしても長時間データ転送するとかってなると、このチップ熱くなって、サーマルスロットリングみたいなことが起きてですね、速度が十分発揮できないということになってしまうと。ただ MSI のマザーボードの場合はそのチップを専用で、冷却するヒートシンクがしっかりついてますので、そういった、高速伝送を長時間やるという用途、の場合でも全く問題なく運用いただけるということになっております。では続いてですね、トライリンク、こちらの紹介をさせていただきます。トライリンクはですね、ネットワークと、ストレージ、さらに拡張性、
この3つのですね、要素をまとめて、トライリンクというふうに MSI では、呼んでおりまして、まずですね、このネットワークに関して、ご案内しますが、今回の、マザーボードの場合ですね、最低でも、5ギガの RAM を、どのマザーボードも積んでまして、上位のボットライフになると10ギガと5ギガのデュアル RAM とか、非常に高速な RAM の組み合わせとなっております。そのためですね、高速転送が、できますので、NAS とかですね、ファイルサーバー、そういったものとの接続だったり、あとはゲーマーの方はですね、ちゃんと高速回線引いてれば、発売日すぐ遊びたいゲームをですね、しっかり高速でダウンロードできるので、すぐにですね、そういった最新のゲームを遊ぶことができるというものになっております。続きまして、無線の方ですね、Wi-Fi7 のご紹介です。MSI の、X870 マザーボードに関しては、全モデルで、Wi-Fi7、これを搭載しております。最大でですね、320MHz の帯域幅を、チャンネル幅を、使えますし、5.8Gbps、理論上ですね、こちらのデータ転送速度を実現できるというものになっております。他にもですね、特徴的なのが、マルチリンクオペレーションというものがありまして、左の動画にある通りですけれども、従来のですね、Wi-Fi6 とかですと、一度のデータ通信にですね、片方のバンドしか使えないということになっていたんですが、Wi-Fi7 の場合はですね、同時に複数のバンドを使えるということですので、高速転送、さらに低遅延、あと信頼性が高いと。例えば 2.4 ギガなんかっていうのは、電子レンジと干渉するということがあったりするんですが、その場合でも他で通信できるというのもあって非常に信頼性の高い、データ転送が可能になるというものになっております。であとは、右側にありますカム方式ってやつですね。これも、4096カムというものになりましたので、送れるデータ容量も増えているということで Wi-Fi6 の頃より 20% ほど速くなっているというものになります。で、ポイントとしてはですね、この全ての Wi-Fi7 と同じスピードとは限らないというのが重要なポイントになっています。MSI の場合はですね、最大の帯域幅である 320MHz、これが使えるんですが、一部のですね、マザーボードメーカーの Wi-Fi7 っていうのはですね、よく見るとチャンネル幅がですね、最大160って書いてあるんですね。でこの場合ですと Wi-Fi7、もちろん名乗るのは名乗れるんですけど、理論上の最大の速度が出ないということで、せっかく Wi-Fi7 を期待して買った方がですね、思ってたのと違うということになりかねないんですね。ただ MSI の場合はしっかり、フルスペックの Wi-Fi7 を、全モデルに搭載しておりますので、そういった心配なくですね、安心して、無線環境を構築していただけるというものになります。シュラララ。続きまして PCIe5 の、ストレージについてですね、全モデルから全チップセットの時からもそうでしたけども M2 の場合はですね、ちゃんと全マザーボードで PCIe5.0 の、SSD、今回も当然対応しております。今後ですね、発熱の少ない SSD も出てくるような噂も出てますので、そういった製品にもですね対応するという意味でも MSI マザーボードであれば全く心配なく対応可能となっております。続いて、これも MSI のマザーボードの特徴、にはなっておりますが、ですね、マザーボードの下の方にですね PCI の 8P の電源コネクタ、これを増設しております。どんな用途に使うかというと、AI とかの用途でですね、グラフィックスカードを、複数枚挿す方向けの機能になってまして、グラボをですね、複数挿したときに、マザーボードのこのスロット側から供給される電力、これを不足しないようにという意味で、この電源コネクタを増設しております。簡単な例を挙げますと、左側はですね、マザーボード24ピンとその追加した8ピンの電源コネクタが、供給される電力が書いてあって、最大のピーク時の電力で 420W マックスまでいきますよと。で仮にトマホークでファンマックスまで積んでフル回転させて RGB もしっかり積んで、ハイエンドのグラフィックボードの、ピークの電力、こちらを入れたときに大体320W 前後ぐらいですね、そのぐらいを使うということになってますので、MSI のマザーボードなら 420W ピークで供給できるということもあって、そういったですね過酷な環境下でもしっかりと、電力を供給して安定動作が可能になると
なので、AI、ディープラーニング用の、用途だったり、あとはですね、ちょっとまだ全然話もわからないですが、次世代の GPU、そういったものに対応するという意味でも、MSI のマザーボードが非常におすすめになっております。続いては、USB4、ですね、今回のマザーボードから全モデルに搭載されている USB4 ですけれども、スペック的にはデータ転送速度が 40Gbps、ディスプレイポートのオルタネットモードが、ついてますので、当然ディスプレイポートの映像出力が可能と。で、15W の電力記録ができるということですので、モバイルモニターなんかは Type-C のケーブル1本だけでですね、別に電源取らずに1本だけで映像出力、電力、供給、これが可能になっております。またですね、サンダーボルト3との、互換性がありますので、ドッキングステーションなんかを接続して、拡張性をさらに上げるというような使い方も可能となっております。では、4つ目の項目としまして、EasyDIY、こちらの紹介になります。EasyDIY ではですね、ワンフィンガー、ワンハンド、ワンステップ、ワングランス、ワンクリック、こちらの5つに分けまして、パソコンのですね、組み立てだったり、あとは運用時、あとチューニング時のですね、設定を、今まで以上に簡単にしようというようなそういった、設計をご紹介いたします。まずはワンフィンガーですね、これは指1本で、パーツ、取り付けたり外したりとか、そういったことが簡単になるよという設計ですね。MSI ではですね、こういったツールレス設計は2022年の、X670 のマザーボード、で、いち早く、マザーボードに投入したというメーカーになっています。で、それから今までの間にですね、たくさんのフィードバックをいただきまして、今回ですね、それらを踏まえてアップデート、様々、アップデートしてきましたので、それをですね、ご紹介いたします。まずは M.2 の、取り付けに関して、今回 EGM.2 シールドフローザー2というものと EGM.2 クリップ2、この2個を全機種に搭載しております。下の EGM.2 クリップ2はですね、今画像ある通り、SSD を挿した後にですね、クリップ回すみたいな手間もなく、ただ下に下げるだけで SSD が取り付けられるという設計になってまして、EGM.2 シールドフローザー2に関してはですね、前も似たような、構造はですね、2022年の時からあったんですが、今回その設計を見直してより付けやすくアップグレードしたといったものになっております。シュラララ。続きまして、EasyPCI リリース、こちらのご紹介ですね。これはグラフィックスボードが、大型化してきているというのと、大きめな空冷クーラーつけた時にですね、どうしてもグラブを固定しているクリップを、手で押すことができないという場面がですね、多くなってきました。なので、それを解決するべく MSI はですね、このグラフィックボードのロックをボタンを押すことで、解除したり、ロックできたり、そういったことができる、機能を取り付けました。このボタンはですね、トグル式になってますので、一度押すとロックかかって、もう一回押すと外れるみたいな仕様です。そのためですね、ボタンを押しながらグラフィックボードを、なんか外すとかっていうですね、同時作業なくなるので、非常に、便利な、機能というものになっております。でこの、グラフィックボードの取り付けの便利な機能に関しての対応ですね、このボタンで、ロック解除、これができる機能は、ゴッドライク、カーボン、トマホーク、この3機種に搭載されておりまして、最廉価のプロ P というモデルはですね、EasyPCI クリップ2、これが、搭載されております。このクリップはですね、以前のものよりも高さを 21mm 大型化することでですね、奥まで手差し込まなくても、グラフィックボードの、ロックを解除できるような、そんな形状にしております。では続いてワンハンドのご紹介ですね。ワンハンドはですね、マザーボードを片手でですね、ケースの中に簡単に、そして安全にインストールできるよというそんな設計になっております。で、主な、設計としましては、まずプリインストール IO シールドですね。リアの IO カバーが元からマザーボードについてますので、付け忘れないというのと、仮にですね、別々になってたとしても、別になってた場合はですね、片手で適当に入れたりするとですね、IO ポートの、IO カバー側にある爪をですね、USB ポートにかませてしまうみたいな、そういったことをする人がいるんですが、もともとついてる場合はそういうこともなくですね、簡単に片手でインストールできますよというのが、全モデルで対応していますね。続きましてワンステップのご紹介です。こちらですね、組み立て上発生し得る、細かい作業だったりを、できる
るだけ簡単にしたりとかですね、あとは一度の作業で、いくつかのことをですねまとめて済ませられるように、そういった便利設計をご紹介いたします。まず Easy Connecting ということで、左と真ん中の、2つはですね、MSI 独自の、ピンヘッダー JAF1 っていうのと JAF2 という、第2世代 JAF2 ということですね、そのピンヘッダーになります。このピンヘッダーは、MSI から販売している連結する、ファンだったりとか、あと今後発売予定の、液晶画面がついた、水冷クーラーですね、そういったものをですね、ケーブル1本でもう液晶画面からライティングからファンから全部を、ケーブル1本で制御できるようになると、そういった特殊なコネクターになっています。ただですね、それを使わない人には無駄になるじゃないかと、思われるかもしれないですが、そういったことも、当然考慮してますので、MSI の方でですね、そのピンヘッダーを別の機能に分配できる、そういった付属ケーブルをご用意しています。JAF1 の場合は、ARGB の3ピン、あと TS、ファン用の4ピン、TWA のピンヘッダー、この2個の機能に分配が可能です。JAF2 はその2つにプラスで、USB2.0 のピンヘッダーですね、こちら1ポート分を、分配できる、そういった便利なケーブルになっております。一番右はですね、ケースのフロントパネルを全部まとめられる Easy フロントパネルケーブルってやつですね。これはゲーミングシリーズのマザーボードに付属しているということになっています。シュラララ。続いて Easy プラグ、挿すだけで終わりますよという簡単な設計ですね。これが Easy アンテナというものに搭載されてまして、今回の、アンテナに関してですね、もう差し込むだけで、接続完了と、非常に便利な Wi-Fi アンテナになっておりまして、右側ですね、Easy スライドデザインということで、MC Expander Z スライダー Gen 5というものですが、これは GodLike にのみ付属する M.2 Gen 5の、拡張カードですね、キースロットを増やすことができます。続いてドライバーのインストールに関してです。左が、ドライバー USB、見ての通りですが、この USB メモリに必要なドライバー入れてますので、これぜひ使ってくださいと。ゲーミングモデルに付属しております。右のドライバーユーティリティインストーラーは全モデル対応でして、Windows インストール後にですね、LANケーブルを挿してネットワークを感知しますと、自動的に、立ち上がるインストーラーになっています。必要なドライバーを全部、リストアップしてくれますので、それをですね、もうインストールのボタンを押すだけで全部必要なドライバーが入りますよという便利な機能になっています。続いてワングランスのご紹介ですね。ワングランスではですね、主にトラブルシューティングなんかの際に、便利となる、設計、こちらのご紹介ですね。一目見るだけで大体の、システムの状態とかいうのが分かるような設計となっております。では最後ですね、全4製品の、簡単なご紹介をさせていただきたいと思います。まず、最初の MGZ-X870E の、GodLike ですね。これ最上位の製品になりますので CPU の性能、マックスでフルで、さらに OC してもっと引き出す、そういったことも想定して最高品質の部材を搭載してますし、それだけではなくてですね、組み立てとかもですね楽にできる EasyDIY の設計、この GodLike に関してはもう全てを、搭載しております。そのためですね、この GodLike に関しては電源回路強いやつ、組み立てもしやすくて高速インターフェースも全部あってという何もかも最高なものが欲しいと、そういう方におすすめ、そういったマザーボードになっています。続きまして MPG の X870E カーボン Wi-Fi ですね。こちらは MSI の、伝統の、カーボンシリーズ、カーボンブラックのデザインで、そこにライティングを組み合わせている、スタイリッシュなデザインのハイエンドマザーボードということになっております。電源回路が強力だっていうのは、もう MPG シリーズなので当然のことなんですが、このマザーボードもですね、しっかりと高速インターフェース、USB4、5G ラン、さらに 2.5G もついてて、このマザーボードはデュアルランになってたりします。そういった機能も当然ありながらも、組み立て便利な EasyDIY 設計、こちらも、しっかり搭載してますので、ゲーマーで組み立ては得意じゃないけど、しっかりハイエンドの、マザーボード、高速インターフェースを、活用できるようなマザーボードが欲しいという場合には、このカーボンシリーズが非常におすすめと思います。
続きまして、MSI の中で最も人気の高い、トマホークシリーズですね。MAG の X870 トマホーク Wi-Fi となります。LED なくしてですね、黒基調で、ミリタリー、系のデザインと、今回なっております。ユーザーの中で、一番支えられている理由はですね、コストパフォーマンスの高さ、値段の割にですね、非常に高品質な、コンポーネントがいっぱい、搭載されてまして、パフォーマンスも高い上に耐久性も非常に優秀であるということから、このマザーボードがですね、MSI の中で特に人気のシリーズとなっております。今回はですね、耐久面だけじゃなくて、これまでご説明してきた EasyDIY の設計、これをですね、トマホークもしっかりと、搭載してますので、組み立て慣れている中級者、上級者という方だけではなくてですね、今回初めてパソコンを組むよとか、MSI マザーボード触ったことないなという方にも、まずこのマザーボードをですね、触っていただきたいなというふうに考えております。では最後ですね、プロシリーズのプロ X870T Wi-Fi、こちらのご紹介ですね。今回のプロシリーズは、デザインがまた変わりまして、ヒートシンクがホワイトシルバー系な、デザインになっています。なので、ブラックのパソコンケースとかに入れるのも当然なんですが、ホワイトベースの、そういったパソコンにも、違和感なく、搭載できるような、そんなデザインになっています。でこのモデルはですね、MSI の中でも今回は一番最廉価なモデルとなってはいるんですが、実はですね、このモデルも全く妥協はしてなくて、しっかりと強力な電源ヘッドありますし、高速な USB4 のポート、これもあるし、5GB の RAM もついている。でフルスペックの Wi-Fi7 もしっかりある。で、EasyDIY 設計もですね、グラフィックボードボタンで外せるやつはないけど、その他はしっかり積めるというものになりますので、ちょっとコストを抑えてですね、最新のですね、AMD の CPU の性能を楽しみたいと、X870、マザーボードの性能、これを、使いたいという方に、非常におすすめなマザーボードになります。はい、長くなりましたが、以上で、X870 マザーボードの、ご紹介を終了とさせていただきます。ではご清聴ありがとうございました。中島さんありがとうございました。ということで今回は、MSI の AMD 新マザーボード、X870 の発表会の様子でした。あんた的にはどうだった？そうですね、前世代に比べて色々と新しくなっていたり、グラフィックボードにスイッチがついたのは付け外しが楽になっていいかなと思いました。確かにあれは便利そうね。今回は発表会だけで性能的な部分はまだわからなかったので、今後機会があれば触らせてもらいたいと思います。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。